こんにちは、作曲家ギタリストの黒沢大輔です。今回の動画は Get Good Drums GGD 社からリリースされました GGD Studio Cabis Carry Oversized Edition というキャビネット IR のプラグインを購入しましたので、早速試してみたいと思います。はい、それでは DAW ソフトを立ち上げまして、まずはアンプはネウラル DSP のノリーモデルのアンプを立ち上げてみました。そしてこの後に、今回レビューする GGD Studio Cabis Carry こちらをロードします。はい、ではまずネウラル DSP のデフォルトのキャビネットの状態で弾いてみたいと思います。でプリセットはファクトリーのノリーからエアーレイドというプリセットを選んでいます。はい、それではキャビネットを GGD の方に切り替えてみたいと思いますが、こちらのネウラル DSP のキャビネットのセクションをダブルクリックするとこのようにバイパスできます。そしてバイパスするとこのようなサウンドになっています。かなりキンキンする耳が痛い音ですね。ここにキャビネットのフィルター IR を当てると、いわゆるマイクで収録したアンプの音になるという仕組みになっております。では GGD のキャビネットの方をオンにします。ではまずはプリセットがこのようにミーシャとノリーのプリセットがいくつかあるので、上から試してみたいと思います。まずはこちらのブレッド&バター。はい、こんな感じで、もともとのこちらのキャビネットはおそらく PB の5150のキャビネットなのかなと思うので、だいぶ感じは違うのですが、こちらの方が、設定もあってか、よりマイクが近い感じの音がしますね。張り付いたような。じゃあちょっと何個かプリセット試してみたいと思います。続きましてはノリーのじゃあ一番上のやつを試してみます。はい、というようなサウンドになってますね。こちらは先ほどのネウラル DSP の方に多少近い感じかなとも言えます。では、機能的な部分を見ていきたいと思います。まずはキャビネットの種類。キャビネットの種類はこのように6種類になっています。で、全部メサブギーのキャビネットになっています。そしてマイクは定番の57から414とかリボンマイクとかクジラもありますね。クジラは2種類4212と 421U とあります。リボンマイクありますね。で、興味深いのはこれですね。フレットマンと書いてあるのはおそらく57をこのように角度をつけて2本セットしたマイキング。これで1つの IR という感じで収録しているようです。そしてミュートとソロがありまして、位相を反転させるスイッチがありまして、あとはこれはモノラルなので今パン使えないですが、おそらくステレオにしているとパンが使えると。で、フェーダーがあって、で、こちらは多分音がダーク、ブライト。これは EQ 的なものなのか、あるいはマイクを動かして外側にしているとかなのかはちょっとわからないですね。では試してみましょう。これが57で、このアップフロントというキャビです。では、ブライトの方にちょっと振り切ってみたいと思います。じゃあ、ダークに振り切ります。はい、そんなに劇的に変化するというものではないのかなと思いますが、こちらのマスター EQ、これがちょっと、よくわからないのが、これはオンオフしかなく、どういう効果を出すのかな。
一応、これを、オンにしてもオフにしてても、こちらのダークブライトは効くようです。で、これとはまたなんか別なんですかね。ちょっと、どういう EQ が効いているのか、あるいはその EQ の設定方法とかが別画面で出るのかとかはちょっとわからないのですが、これをオンにするとさらにちょっとブライトな感じになるという感じですかね。というわけで、機能的にはアンプリチューブみたいにとか Neural DSP のこのプラグインのように、GUI でもってこのように場所を変更したりとかできるようなプラグインではないということですね。ではちょっとキャビを何個か試してみたいと思います。マイクは57のままにしておきます。で、弾きながらだとちょっと音の変更がリアルタイムでできないので、一回ギターの素の音をレコーディングしてそこをループ再生しながらキャビネットを一つずつ変えてみたいと思います。はい、という感じで、基本は全部メサブギ製のキャビネットなので同じような音の方向性ですが、それぞれピークの部分が結構変わったりしてますね。で、個人的にはあんまりハイの方がシャーシャーいっているサウンドっていうのが好きではないので、個人的にはこのアップフロント、マッシブとかスムーズあたりが良かったかなと。このスティックとかだと結構シャーっていうピークが出てる感じですね。このチューンっていうところですね。ディテイルドとかも。音が詰まったような感じがするので、そういうのが好みという人もいると思いますね。マッシブが一番その点はピークがとんがってなかったかなと思います。はい、個人的にはマッシブが一番好みでした。はい、じゃあマイクをマッシブのままいくつか変えてみましょうか。今までずっと57で聞いていたのですが、ちょっといろいろ変えてみたいと思います。はい、という感じが一通りマイク聞いてみました。で、57とか421とか、414とかは現実でも自分も、使って撮ったことはあるので、それぞれそのマイクの特性がよく出ていると思います。で、個人的な組み合わせとしては57にプラスアルファで、別のマイクを足すみたいのがいつもアンプシミュレーターの中でもやっている手法ですので、57に加えて、全く違うキャラクターの音とかを組み合わせると結構いい感じになるのかなと思いました。で、このフレットマンっていうのはもうデフォルトでもう2本同じ57ですけど2本使ってるマイキングですので、これの場合だと1トラックでも十分に低音と高音と両方表現できてると思いました。これは両方ともこういう角度にしてるんですかね。それとも片っ
ぽは90度で片っぽ45度みたいな角度にしているのか、ちょっとどういう使い方をしているのかわかんないですけど、2本組み合わせているという感じですね。では、ちょっと個人的にやってみたい組み合わせを、57と、現実世界でやったことあるのは、この421と57の組み合わせっていうのは結構やったことあるんですが、今ここで聞いた感じ、こっちの421は結構ハイの方もキューンと出てる感じだったので、こっちの421の方がいいかもしれないですね。こっちの方が低音がいい感じに出てる感じ。これと57組み合わせると、これでダークとかブライトとかいじるのもいいかもしれないですね。これは今ちょっとまた新しい発見だったんですが、このマイクでブライトにめっちゃ振り切ると、なんか変な音になりますね。これはどういうことなんだろう。マイクの位置なのかな。そうだ、ブライトってことは普通だったらキャップに近づけていくとは思うんですが、これは果たして正しい挙動なんだろうかって気はしますけどね。ここら辺まではなんか使える音ですけど、ここから先。急になんかちょっとやばい感じの音になるので、ここはもしかしたら正しい挙動ではないかもしれないですね。ダークの方は、あんまり効いてる気がしないので、なんかちょっとおかしな気はします。試しに他のもう一個の421で試してみましょう。これは明らかにちょっとおかしい感じがしますね。というわけで、ここら辺はアップデートはされるでしょう。ちょっと今後に期待という感じで、他のコンデンサーマイクもダークブライト試してみたいと思います。本来このくらいの変化を想定されていると思います。じゃあ57とこれ組み合わせてみましょうか。このような感じで、コーナーだけだとちょっとシャリシャリな感じに聞こえてしまいますが、414をちょっと足すことによって、低音とか、こうちょっと膨らむ感じを足してあげるという感じですね。どうしてもダイナミックマイクの方がソリッドに取れて、コンデンサーの方がふくよかな感じに取れるという特性があると思いますので、それを組み合わせるという感じ。121とかを足してもいいですね。これもちょっとソロでダークブライト試してみましょう。はい、こんな感じでちょっと立体感出すことができたと思います。で、やろうと思えば、ここに1、2、3、4、5、6、7、8、7トラックですかね、あるので、同じキャビで違うマイキングをしてもいい。別のキャビで別のマイクとか、このあたりを自由に足せるという感じです。で、含まれている、プリセットですが、ダートを試してみた感じ、ノリーの方が割と実用的な組み合わせをやっている気がします。7トラックあるんですが、それをフルに使おうとかではなくて、おそらく彼が現実世界でこういう組み合わせがやりたいなっていうのをやってる感じがします。それに対してミーシャの方はより実験的な組み合わせをしているものが多い気がします。これは割と普通ですが、この辺りとか全部121でキャビネット4つ同時に鳴らしちゃうみたいなのとか、あとは、キャビネット全部6種類をフレットマンでマイキングしたものだったりとか、かなりいろんな実験的な、これもそうですね、184で全部やってみるとか。ですので、こういった現実的に、1つのアンプを2つのマイクで撮るっていうものを
実現する、再現するプラグインとしても使えますし、こういうようなもしも6台のキャビネット同時に鳴らすことができたら、みたいな理想を実現させるような使い方もできると思います。はい。では最後に、これをじゃあどういったユーザーさんが買うべきなのかっていうのを考えてみたいと思いますが、一つはもちろん、ノーリーだったり、ミーシャだったり、ペリフェリーの感じのサウンドが好きな人はもちろんですが、メサブギーのアンプが好きな人、僕もその一人ですが、その中でもこういったレクチファイア系のキャビネットをたくさん試してみたいという方には非常にいいんじゃないかなと思います。ただ逆に、なんとなくいい感じのキャビネット、いろんな種類欲しいなという人にはあまり向いていないと思います。で、あとは、あくまでマイクは選べますが、このダークブライトというノブでしか調整はできないので、こういった GUI で近づけたり、あと遠くにしたりとか、遠くにしたような音っていうのはほとんどなかったと思うので、ちょっとエアー感がある音とか、あとはアンプリチューブとかでもある、こういったステレオのルームマイクっていうのもないので、アルペジオだったりクランチカッティングみたいなので、ちょっと空気感多めに欲しいなっていう場合には、あまりこちらのキャビネットプラグインは向いていないと思います。で、このあたりのマスター EQ、これがよくわからないのと、このダークブライトがどういう作用しているのかっていうのが、マニュアルがあればいいんですが、マニュアルが、見つからなかったので、ここら辺ちょっと詳しく解説してほしいなと思いました。マニュアルあるのかな？なんかインストーラーの中になかったし、インストールした後にもドキュメントみたいなのなかったので、そのあたりは詳しく知りたいところです。あともう一つ特筆すべきところとしては、この組み合わせを一つの IR としてエクスポートすることができるというところです。WAV ファイルにて出力されるようですね。ですので、例えば他のアンプシミュレーターだったりとかにここで作った設定をインポートすることもできるという仕組みになっています。はい、以上がクイックレビューという感じで、ちょっと調べ足りないところもあるので、またちょっと分かったことがあったら、後ほどまた動画にしたいと思います。今までこのアンプを使って、こちらのキャビン鳴らしてきましたが、アンプリチューブの方でもやってみましょうか。アンプはアンプリチューブでメサブギー系の Mark4 のシミュレーションを選択して、でキャビネットはバイパス、そしてこちらのキャビネットを鳴らすというメサブギー同士の組み合わせでやってみたいと思います。まずはアンプリチューブ単体だとこんな感じです。はい、これがいつも自分のプリセットです。これをキャビネットバイパスして、こちらのキャビネットオンにします。では一旦全部クリアにして、アップフロントとマッシブとゴーナーの組み合わせにしてみましょう。はい、こちらでは、121と57組み合わせているので、こちらでもそうしてみましょう。ちょっと下げ目に設定して。じゃあもう一度こっちのバージョンを聞いてみたいと思います。もともとあとちょっと暗い感じ、ちょっとオフ気味な感じがありましたが、GGG の方にするとかなりへばりついてクリアな感じの音になってるかなと思います。他のキャビも試してみましょう。アップフロント。はい、という感じで、この中の組み合わせだと121とか414の方が
ふくよかさを足すっていう意味では好みだったかなと思ったりしますが、このあたりもちょっといろいろ試してみたいと思います。では最後に、アンパーノリーのものにして一通りこちらのプリセットを鳴らしていきたいと思います。この動画がいいと思っていただけましたらチャンネル登録やグッド評価などよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。